こんにちは。お元気ですか？今日は週末土曜日ですね。4月の26日土曜日、全国的に結構天気も良いですし、春うららかなっていう感じでのんびり過ごされている方が多いんじゃないかなって思います。そういえば最近あんまり花粉を感じてないんですよね。花粉症のピークの時期はもう過ぎたのかな。ただ今年はね、花粉少なかったのかな。そんなに対して感じなかったですね。花粉が感じるなと思ってマスクをしたのもね、1週間くらいで、なんとなくそれからあとは外してもいけるかもと思って結局マスクしてなくて、そうそう、1週間くらいでマスクする生活は済んじゃいましたね。今でもね、ちょっと時々くしゃみが出たりとか、それくらいなんですけども、すごい辛いなって思うほどじゃないですね。今年は花粉が少ないのか、はたまた私の体調がねいいのか、どっちかわかんないですけども、うざい花粉症が今年は軽くてよかったなって思ってるところです。そういえば花粉症がねもうピーク過ぎたなっていう感じる一つのチェックポイントとして、本当私個人のチェックポイントなんですけれども、ピアスの穴の状態で花粉症が今結構来てるなとか、花粉症なくなったなっていうのが分かるんですよ、毎年。私ピアスとかねアクセサリーとかもうここ近年全く興味がなくなっちゃったんで全然つけてなくって、でもピアスの穴ってもう何十年もピアスつけてなくても穴は埋まんないんですよね。で普段はもう多分ね30年ぐらい前に開けたピアスの穴だから、穴もねすっかり乾ききっちゃっててなんもあれなんですけども、ただね毎年花粉の時期になってちょっと花粉の症状が出てる時だけこのピアスの穴がね若干ウェッティになるというか、ジクジクするとかそこまでじゃないんですけども、なんかねちょっと手で触ると少しだけ美しくないんですけど耳垢みたいなものがちょっと出るっていうかね、そんな感じになるんですよね。だからなんだろう、この免疫的な部分とかね、そういう関係でどういう原理でそういう風になってるのか分かんないんですけども、とにかくこの花粉の症状が出てる時っていうのは私のこのピアスの穴がねほんのちょっとウェッティになるというね状況になっております。今はねその耳もね結構乾いてる状態なので、花粉症もほぼほんのちょっとだけはあるけどほぼないなっていう状況っていうね、ちょっと判断基準にもなっております。結構人それぞれね実はこういう症状が出てるとかいうね個性はあるかもしれないですね。花粉の時期が終わってもう本当にね暖かくなってきたり日照時間が延びたりとかするとね気持ちはすごい楽になりますね。やっぱ曇りとかが多い冬場とかよりもね季節がいいその日光もよく照らされているっていう時期の方がメンタル的にもちょっとホッとするというかね、楽になりますよね。ちょっと日光を浴びた方がねビタミン D とかもね生成されるので、単純に健康の部分とかでもねいいと思いますし、メラニンとかをねちゃんと作った方がそれがね夜になってよく眠れるホルモンの元になったりとかするしとか、そういう意味でもねやっぱり基本的に人間はねある程度晴れてある程度夜になったらしっかり寝てっていうね季節があった方がいいなって思ったりとかしますね。私は冬は寒いっていうのもあってね、寒いのも苦手なのでやっぱ暖かくなってきてちょっと嬉しいなって思いました。春はね外に出るとお花が咲いてたりとかしてね、最近も外でツツジの花が綺麗だったりとかして、そういうのを見るとねちょっとほっとしますね。生きててよかったなって思ったりとかしますね。そんな感じでマイペースで過ごしております。
今日はねちょっとこういろいろ毎日ですけど朝からタスクをやって少し疲れたので、ここ数日ちょっと頑張ったので、ちょっとなんか夕方ぐらいになったらご褒美に洋酒チョコとか買いに行きたいなとか思いましたね。暖かくなってきたからね、もしかしたらビールの1本買ってもいいかなっていう気がします。ついさっきね、気分転換にちょっと本を読んでたんですけれども、こう本をこうバーっとなんとなくこうリラックスしながら読んでて、その本の中でね、ビルのオーナーがっていうところをパッと読んだ時にね、そのビルっていうね言葉が目に入ってきた時、一瞬こうビールをねイメージして、ビール飲みたいなってねこの話とは全然関係ないのにビール飲みたいなってふと思ったんですよ。多分ね、気候があったかくなってきて、そのビールが飲みたい雰囲気の気候になってきたんだろうなって思いました。私はねお酒とかビールとかね、特にあってもなくてもいいぐらいな感じなんですけど、家にあったら喜んで飲むぐらいの感じで、こうビール飲みたい、酒が飲みたいっていう感じでわざわざ外に買いに行くほどこの中毒的な症状はないんですよ。中毒的な症状は全くないんですけども、チョコレートとかお菓子とかに関してはこうちょっと中毒的な症状が出てふらふらと買いに行っちゃったりとかするんですけども、ビールはちょっとあったらたまに飲みたいし、たまに飲みたいなって思った時に飲むとちょっと嬉しいな、ルンルンみたいな感じで、はい、ちょっとねそのうちビールもしかしたら今日買いに行こうかななんて思ったりしますね。ちょっと最近頑張ってたし、缶ビール200円くらいとかね、全然ちょうどいい贅沢品なんじゃないかなと思いますね。なんだったら洋酒チョコとかもね200円くらいするんでね、場合によってはもしかしたらビールの1本の方が健康的かもしれないですね。そうそう、そんな感じで今日はねちょっとこの後は少しでへーってしたいななんて思ってますね。こうさっき小説読みながらふとビール、ビルからビールを一瞬でこう頭に入ったと思ったんですけど、最近同じようなことがあって、何かな、何かを見てた時ね、一瞬ね焼き芋したいなって思ったんですよね。何を見てそう思ったのか忘れちゃったんですけど、買ってきた焼き芋じゃなくて焼き芋をするという行為、そのイベントをしたいなって思ったんですよ。別にみんなでワイワイ焼き芋焼きたいとかそういうんじゃなくて、自分でこのちょっと乾いた木とか落ち葉とかを拾ってきて、こうその辺の石とかでね風よけで少し積んで、そこでこう焚き火をうまい具合にして自分の好みの焼き具合で芋を焼きたいなとかね、こうアルミホイルにこう包んでとか、なんだったら濡らした新聞紙に最初に包んだやつでアルミホイルに入れてもいいし、そんな感じで、ね、外でこうぼーっと河原とかね、そういうところであんま周りに人がワイワイしてないようなところで一人でなんかそんなのしたいなとか、山奥とかでもちょっといいかなって思ったりとかしたんですけどなんか妙に焼き芋したいな、ちょっと火を燃やしたいなっていう気分になりましたね。私結構火を燃やすのは自分的にちょっと上手なというかね、センスがあるつもりでいるんですけど、今まで火を燃やしてきた回数はかなり多くて火付けとかね、この物を置く角度とかね、燃やすもののね、そういうのにちょっとこだわりがあったりとかするんで、ちょっとたまにはこの焚き火をしたいなっていうようなそんなことを思ったりとかしました。こういうふうにね、何かしたいな、これしたいなっていうふうなね、こうアイデアが湧くというかね、そういうちょっとした自分のこう欲求が湧くっていうのはね、私のメンタルがね本当に正常にいい状態に戻ってきたなっていうのはね感じますね。本当にベイビーステップではございますが、本当亀のペースで、赤ちゃんのペースで、人並みの人間に戻ってきたなっていう感じでございます。はい、今年はね少しもうちょっとこう人とこう関わるっていうのをね
ちょっとずつ無理ないペースでやっていこうかなというふうには思っております。今はねまだぼっちでいろいろできる範囲でこう毎日こう楽しくというかねマイペースで生きておりますので、それはそれで OK で、ちょっとずつ誰かに会いたいなとか人と話したいなとかいうのが自然に出てきたらね、そういうふうにまた人間社会にカムバックしていきたいなっていうふうには思っております。そう最近最近ふと思ったことは他にはそうだな、スーパーに行ってねこの前豆乳を買ったんですけれども、豆乳は普段飲むっていうよりね私の手作りおやつの中でねオートミールバナナココアパンっていうのをね定期的に作ってるんですけれども、そういうのをたまに作んないとねどうしようもなくお菓子とかね菓子パンとかを食ってしまいそうなので、一応なんていうのかな、娯楽食いではなくちゃんと栄養になるおやつっていうのもね途中に入れていく工夫なんですね。でそれもただ混ぜてレンチンするだけでもう全然手間なくできるので楽なんですけども、それを作る材料の一つとなっているのが豆乳なんですね。なので豆乳は結構常備して家に置いてあるんですよ。で豆乳が切れたのでスーパーに行った時買おうと思って買ったんですけども、その時ねいつも豆乳はね成分無調整のやつ、この甘みとか添加物とかが入ってないやつを買ってるんですけども、だいたいねどこのメーカーでもなかなか国産の大豆を使ってるのがもうあんまないので、そこはもうね国産じゃなくてもいいやと思って値段とかで買ってたんですけども、ふとねいや国産でないかなと思ってみたらねすごい大豆っていうやつが売ってて、これ前からメーカーがあるのはもう昔からしてたんですけど、多分ね昔に過去に1回ぐらい買って飲んだりとかしたことはあったと思うんですけども、久々にこれ買ってみようと思って、国産のものだしすごいその商品的には豆乳ではなくておから成分まで入っているものですみたいな感じで書いてあって、ちょっと金額的には高かったんですけども、これどんな味だったっけと思って買って帰ってきてちょっと試しに味見で飲んでみたら、普通の豆乳よりかなり味が美味しくて、豆乳独特の臭さ、豆臭さとかね飲みにくい感じとかもあまりなくて、これはこのお菓子というかねオートミールバナナココアパンに使う以外に普通に飲料として飲んでも美味しいわと思ってね、今度からこれ買おうかなっていうふうに思いました。ただね豆乳普通に飲み物として飲んじゃうとね日常の中での大豆摂取量がかなり増えちゃうと思うんで、基本的には飲み物じゃなくてねオートミールバナナココアパンとかをね作る時に使う材料の一つとしてね食べるというか飲んだりとかしようかなっていうふうには思ってますね。本当これすごい美味しくていいなと思いました。ただ金額的にはねやっぱ他のよりも割高で、だいたい他のものって1リットルで売ってるじゃないですか、豆乳の大きいパックね、牛乳パックみたいな1リットルでホームページとか見るとねどのメーカーさんもだいたい330円とかで、300円ちょっとぐらいなんですよ。定価というかメーカー希望価格ってやつかな。でもスーパーだとねだいたいね200円弱ぐらいで売ってることが多いんですね。なので、180円とかで売ってることが多いんですよ、その1リットル 1000ml を。だけどそのすごい大豆はねいくらだったかな、240円くらいしたかな。税込みだともうちょっとかかる計算になりますけど、だから多分メーカー希望価格だと他のメーカーと同じ多分300円ちょっとぐらいでみんな同じぐらいなんですけども、割引にはあまりなってないっていう感じで、結果的に他のメーカーさんねキッコーマンとかねそういうとこに比べるとちょっと高いっていう感じですね。だからそのキッコーマンが
180円くらいで売ってたところ、すごい大豆は、240円くらいで売ってるので、60円くらい差があったかなと思ったんですけども、そうそうだけど全然味とかも美味しいし、何より国産の大豆を使っているっていうポイントもあって、今後はこれでもいいかなって思いました。高いって言ってもね、60円差って高いような気がしますけど、これ毎日買うもんじゃなくて、本当にちょっとずつ使って月に一遍くらいかな買うのとかだったりするので、コスパ的には全然大した差じゃないっていうかね。あと他の食べ物を買う時も思うんですけども、その内容が良かったりとか味が美味しかったりするものって、結局食べた時に満足感があるじゃないですか。そうすると摂取量が少なくても満足しているような気がするんですよね。そうすると結果的に1ヶ月とかで食べてる量が少しだけ減ってるっていうことを考えたら、その1ヶ月間でその食品に対して使ってるお金の金額は結果的に変わってないかもなって思ったりとかするんですよね。お菓子とかでも同じことが言えてて、安いものよりも高いものの方が結構少量で満足したりする場合ってありますよね。きちんとしたお菓子ってなんだよって感じですけど、要はスーパーとかで売ってる、添加物にまみれたお菓子よりも、ちゃんとしたお店で売ってる賞味期限が短いようなお菓子とかの方が少量で満足できたりするっていうのもあるし、あとスーパーとかで売ってるこの添加物の中にはちょっと中毒性があるものもあったりとかするので、それを食べるとまた食べたいっていうようなね、この衝動がね起きやすいっていうのはあると思うんですよね。そう考えるとね、結果的にその商品の金額だけ見ると高いけれども、使ってるお金をね長い目で見たら別に高くなかったっていうことは結構ねあると思うんですよね。それってなかなか比べて計算することがねまずないと思うんで、ちょっと気づかないかもしれないんですけども、そういうことは結構あるような気がしてて、そういうふうに対極的に考えると、長いスパンで考えたりとかすると逆にコスパいいかもなって思いますね。それを健康とかいう観点で考えても結局はコスパは良くなるし、あとその国産の大豆とかね、国産のものを使ってるメーカーさんに対してそれを買うということは結局そこに需要を増やしてるっていうことになるので、結果的に国産のものが多く使われるようになる。そうすると結局メーカーさんも国産のこっちの方が売れてるからこっちをたくさん作ろうっていうことになると、結果的にね私は国産のものがいいですっていうところに投票してるのと同じことになるので、そういう意味でもね、パフォーマンスはいいなっていうふうに思ったりとかしたっていうね、このスーパーで豆乳を買った時の自分のこの心情というかねをなんていうか因数分解してみましたそうそう、そんなことを思ったなっていう感じですかねここ数日。そうそう、あとはここ最近はあと歯医者にそろそろ行かなきゃなって、前回か前々回の動画でも言ってましたけど、歯医者本当にそろそろ行きたいなって思った時に、歯をねこの身だしなみとして綺麗にしておきたいっていうのを考えた時に、そういえばっていう小学生の頃を思い出したんですよね。私笑った時にね少し上の歯茎がニって出ちゃうのが自分の容姿として少しコンプレックスだったんですよね。小学生の時にすごく自分の顔が可愛くないというか下品に見えて、
こう笑った時にこの歯茎が見えるの嫌だなと思って、こう鏡とか見ながらね、なるべくこう歯茎が出ないような笑い方、顔の筋肉の使い方をね意識してこうするようになったんですよ。小学校のね何年生だろう、あれ3年生ぐらいかな。多分ねその頃にこうやっぱ顔の容姿とかね、子供の頃も特に女の子だったら気にするじゃないですか。そうそう、それでそういうのを気にしたことにしたなっていうのを思い出して、で今多分私笑った時に特に上の歯茎出てないんですよ。もしかしたら数ミリとかは出るかもしれないですよ。基本的にこう人から見てこの人笑った時歯茎出るなって認識されるほどは絶対出てないと思うんですよ。でこれってこう生まれ持った容姿というよりも多分小学生の時にこう気にしてこう笑う時に歯茎を出さないっていうようなこの習慣をつけたおかげで、それがもう自然にそうなって、顔の筋肉の使い方とかね、そういうのが習慣になって、それがねそのまま成長して大人になったわけですから、若干この顔の形をこう作る段階でもすでにそういう風に筋肉が動いてたから、歯茎があんま出ないように少し大人になったかもなっていう風に今思い出したっていうね、歯医者に行こうかなって思った時に、そういえば昔この歯茎を気にしてたなと。あの時にこうその歯茎とかね、そういうのを全然気にしなかったら、私は大人になった時も歯茎が出るような笑い方をしてただろうなと。そう考えると顔の容姿っていうのはある程度このなんていうかな、自分でこう気をつけたりとか気にすることによって、大人になるまでの容姿っていうのは結構変わっていくもんじゃないかななんて思ったりとか、その時ふと思いましたね。あと今のはねこの筋肉の使い方っていう観点だけですけど、あともう一つあって、鼻が高いとか低いとかあるじゃないですか。日本人の場合はね骨格的に少し鼻が低い丸っ鼻というかね、他の人種に比べてね、欧米人とかに比べてね、そういうやつなので鼻が高いと羨ましいなーなんて、そういうのがあったりとかするじゃないですか。でもう一つ私は鼻はね普通人並みだと思うんですよ。別にすごい高くもないし低くもないしぐらいだと思うんですけれども、ただこれまたね、これは中学生ぐらいかな、いや小学校の高学年くらいからかもしれないんですけれども、ちょっとこの鼻のね形も気になってた時があって、この三面鏡とかで横顔を見た時ね、少しこう鼻のこの骨の部分が、この軟骨じゃないこの上の骨の部分がちょっとね、わしっぱなではないんですけど、わしっぱなみたいにカクカクっていうほどじゃないんですけど、少しだけそこがこうまっすぐじゃなくてちょっとカクカクって出てたんですよね。だからそこがなんかすごく嫌だなと思って、その下の軟骨部分がもうちょっと上にせり出してこうスッと伸びたら、このカクカクっていうところなくなるのになと思って、普段からちょっとこうつまんでね、こうなんていうか、こうそこ鼻が伸びるようにスッとこう少しだけ高くなるようにね、わしっぱなにならないようにってこうよくつまんだりとかしてたことがあって、でこれ当時アニメでハウス食品が提供のアニメってあったじゃないですか。その中で若草物語をやってて、その若草物語の末っ子のエミリーがね、この鼻が高くなりたいっていうのでね、寝る前に鼻を洗濯ばさみでつまんでこうやってたりとかしてたんですよ。でそんなことやってもって子供ながらに思ってたけれども、自分もこのわしっぱなみたいに、わしっぱなってほどじゃないんですけど、こうちょっとだけカクカクっていう横から見た時になるのが嫌で、こう鼻つまんでたりとかちょっと気にしてたりとかしてたんですけども、大人になった今ね、よく考えたらそのカクカクはほぼなくなってますね。ほんのちょっとだけこう気にならない程度、これ他の人もこれくらいあるっしょぐらいのレベルになってると思うんですけれども、なのでこの鼻の下はね軟骨でもあるので、もしかしたら成長過程である程度そこもねちょっとこ
ここは自分の筋肉ではどうにもならないんで、気にして常に鼻の部分をつまんだりとか、ちょっと意識する段階で成長過程でもしかしたらここもわしっぱなにならずに済んだのかなって思ったりしたっていう話ですね。なのである程度筋肉の使い方とか意識とかで、もしかしたら子どもの頃から大人になるまでの間に気をつけた部分っていうのは、ある程度容姿をねある程度は作れるかもしれないなっていうふうに思い出したっていうお話ですね。私も小学校3年生だかなんか2年生かな3年生だかそれくらいの時に歯茎を気にしなければこの歯茎が出る笑い方の大人になってたろうなっていうのをただ思い出したっていう、それだけのお話でございました。はい。そうそう、前回のね動画でもちょこっと言いましたけどね、ライブ配信ね、本当に気が向いたらパッとやろうかなっていうふうに思ってます。でちょっと試しにとりあえずやってみるだけなんで、このチャンネルの登録者の方限定が見れるやつにしようと思います。試しにやるっていうことは本当にコメントってこんな感じで出るんだとか、そういう感じの内容のない内容になっちゃうと思うんで、それをね誰でも見れる感じでやるのはちょっとあれなんで、あんまりにも内容がひどすぎたら後でこの非公開というかねにしたいと思うので、そういう意味でもとりあえずチャンネル登録者の方だけが見れる内容で、いわゆるテストのライブ配信ってことで気が向いた時にやろうと思います。めっちゃ気が向いたら、もしかしたら明日の日曜日のちょっと夜だとね声の大きさが気になるので、午後とか夕方とかにねやるかもしんないし、やらないかもしれませんそれはね文章の投稿のやつでね事前にお知らせしたいと思いますので、そんな感じでございます。はい、それではまた。